おはようございます。たかしです。本日は12月21日木曜日、ただいま9時21分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。期間限定でテキストの割引販売をしております。FX を勉強するためのテキストをお探しの方は、クリスマス期間までのお得な割引をご利用ください。詳細は概要欄をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。現在日足は GMMA の青帯の下に入ってきておりますので、基本的には上値が重い展開。ただし上昇トレンドはまだ崩しておりません。微妙な上昇トレンドではあるんですが、この丸をつけてあるところを見ていただくとわかるように、高値を更新、そして安値を切り上げてきておりますので、現時点ではまだ大枠では上昇トレンド。ただし GMMA を下抜けているので、上値が重いというそういうところですね。そして今はこの緑の平行チャンネルの下限付近からの反発になっておりますので、ここから GMMA の青帯を上抜けてくれば、次はチャンネルの上下を目指して上昇していくと思いますが、昨日も一度試しました。そして先週の月曜日ですかね、そこでも一度試しているんですが、結果的には2回試して失敗に終わっております。現在は下落中なんですが、ただ下がってきたところもやはり下値は硬いんですよね。ですので下がったところは買われやすいし、上がったところは売られやすいっていう、そういう相場ですね。では次は4時間足を見ていきましょう。4時間足を見ると、そのレンジがよくわかりますね。直近の高値、ちょうどこの白いラインですね。184円付近。そして安値が大体ですが178円ぐらいというざっくりとですが、178円付近から184円付近までの間での大きなレンジの中の現在は中央付近にあります。オレンジの水平線を描いておりますが、これ過去の意識されるラインですので、現在はその付近まで下落してきておりますので、ここで反発できるのかどうかっていうところですね。日足の GMMA の下に潜り込んでおりますので、基本的には上値が重い。その中で一度4時間足の GMMA を上抜けたんですけれども、昨日 GMMA でサポートされることなく、今は GMMA 付近でどちらに動くのかっていうところを迷っている期間です。なので昨日のこのローソク足の大きな陽線と陰線、これですね。この幅での今はレンジと考えておりますので、だいたい上限が 182.4 付近、そして下限が現在地付近の 181.2 付近というところでのレンジですね。ここでの小さなレンジをイメージしておいて、これを抜けた方についていく。下抜ければオレンジの水平線も下抜けることになりますので、4時間足の大きなレンジの下限を目指して下落していく。つまり178円から179円ぐらいを目指して下落していく可能性。そしてこの小さなレンジを上抜ければ、再び184円ぐらいまで上昇していくと考えておくのが分かりやすいかもしれませんね。では1時間足です。1時間足ではこのオレンジのトレンドラインを引いております。現在はそのトレンドライン付近、そして先ほど4時間足で言っていた4時間足に引いてあったオレンジの水平線付近というところで、ここから反発できるのか、ここを下抜けてくるのかというところですね。下抜けてくると、この赤い水平線が一旦のターゲットになってくる 180.3 付近ですね。そして現在地付近は先ほどレンジと言ってましたので、一旦ボックスを描いてみましょうか。こんな感じですね。黄色のボックスを描きました。この中での動き、つまりこのボックスの中にある間はレンジ下限からの反発、上限からの反発、そして抜けた方へついていくトレードの方向性としてのイメージを今矢印で書き込みましたので、こんな感じですね。この中でのトレード、こういう向きへのトレードっていうのも考えていくのが分かりやすいと思います。ですのでこの黄色のボックスの例えば中央付近っていうのはどっちに動くかが分かりませんので、そういうところではトレードしないですね。ちゃんとレンジの上限下限まで引きつける、もしくは抜けてからのこの矢印のイメージでのトレードが分かりやすいと思いますし、安全ですのでその辺ご注意ください。では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足からですね。こちらもオレンジの平行チャンネルを下抜けてきて、そして徐々に安値を更新してきているのが分かりますね。ここ今日足で見るとあまり分かりにくいんですけれども、4時間足では綺麗な下落トレンドを作っているんですね。そして安値も徐々に更新してきている、高値も切り下げてきているというところで、今は下落トレンド、この流れに乗っていきたい。ただし日足のストキャスティクスは今上昇中ですし、マクディもゴールデンクロスしてきましたので、本日あたり一旦日足の GMMA 付近まで戻してもおかしくないかなと思っております。そうするとこの辺ですね、146円ぐらい、そのあたりまで上昇する可能性を考えておきたいんですが、ここ直近ではこのラインですね、145円というラインが意識されておりますので、その辺付近がまずは天井と考えておく。そこからの下落になっていくのか、それとももう一段上抜けて GMMA の青帯ぐらいまで上昇していくのかっていうところですが、現在が 143.5 ですので、146円まで上がるっていうのはちょっと考えにくいので、まずは145円ぐらいまでの上昇を見ておく。そこを突
破してくればもう一段上というところを見ておきたいですね。基本的には下落トレンドですが、その中で今一旦の反発上昇している、そういうタイミングだと考えておりますので、どんどん上昇していくかどうかっていうのはわかりませんが、まずは日足の GMMA との乖離解消に動く可能性を考えておきたいですね。では4時間足です。4時間足もストキャスティクスはそこそこ下げてきましたね。もうちょっと下げる余地があるんですが、現在地付近から反発してもおかしくない、そんな感じもしますので、まずは本日、一旦ここ GMMA の青帯を上抜けてますよね。これが火曜日に1回上抜けて、そして GMMA の青帯でサポートされて上昇していけば分かりやすかったんですが、まだサポートされるには至らない、もうちょっと時間がかかるのかなというところで、もうしばらく現在地付近でもみ合いになるのかなと。昨日も現在地付近でもみ合いになるだろうっていうことをお話ししていたと思いますが、本日はそのもみ合いからの上抜けになるのか、それとも一旦上抜けても再び直近の高値、先ほど言ってた145円ぐらいが天井になってダブルトップ、1時間足単位ぐらいでダブルトップになって下落するのかっていうところを見ておきたい。どちらにしても現在結構下げ止まっている感があるので、一旦の上昇は見ておきたいんですね。ただし上昇するにしても上がったところには抵抗ラインが多く存在しますので、上値は重くなってくると思います。なので押し目買いを考える場合はしっかり引きつけて下がったところから買っていくですね。逆に戻り売りをする場合も同じように引きつけて上がったところから売っていくっていうことをしないと、今はもしかすると145円もしくは146円ぐらいまで上昇する可能性が考えられる中ですので、押し目買いも戻り売りもしっかり引きつけるっていうことが大切です。では1時間足です。1時間足はレンジですね。こちらもポンド円と同じく昨日ほぼほぼ動いてませんので、一旦ボックスを描いておきましょう。こんな感じですね。昨日上がったり下がったりと方向感なく動いていただけですので、本日もこの中で動く、先ほどのポンド円と同じイメージです。ボックスを抜けた方についていくなんですが、上抜けた場合はすぐにトレンドラインがあるんですよね。そしてこのトレンドライン、先ほど4時間足で見ましたように、過去何度もここから下落してきているところですので、ボックスを上抜けた場合はトレンドラインにぶつかって下落していく、こんな感じの動きですね。ですのでこの動きには注意です。まずはボックスの中での動きを見ておく。そして下抜けた場合はそれについていってもいいと思いますが、上抜けた時、上抜け方にもよるんですが、勢いよく上抜けた時はそのまま上昇していって145円ぐらいまで上がってくるかもしれませんが、基本的には上抜けた場合はいろいろ抵抗ラインが多くなっておりますので、そこからの下落のイメージはしつつ慎重にトレードをしていく必要があります。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。